日本のアニメが好きな方や、日本語をアニメを見て勉強したという方、今日は集合です。ぜひ聞いていってください。シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。早速ですが、今日はタイトルにもある通り、アニメについてお話ししていきたいなと思うのですが、アニメといっても今回は鬼滅の刃というアニメについてお話ししようと思うのと、この鬼滅の刃というアニメの中で使われているセリフについて、日本人は実際に使うのかなどお話ししていきたいなと思います。ぜひぜひリラックスしながら最後までゆっくりと聞いていただけると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。はい、ということで今日は鬼滅の刃のアニメについてお話ししていこうと思います。この鬼滅の刃というアニメは日本でももちろんすっごく人気で有名なアニメなのですが、最近では海外でもとっても人気があると聞いて、ぜひぜひこのポッドキャストでお話ししてみたいなと思ったのですが、皆さんは見たことありますでしょうか？またこのアニメ好きですか？私は今出ている作品はすべて見たのですが、最初はなんか怖いアニメなのかな、面白いのかなと少し不安だったんですけど、見れば見るほどどんどん面白くてハマっちゃって、今ではとっても大好きなアニメの一つになりました。鬼滅の刃のお話を簡単に少し説明したいなと思います。このお話は日本の大正時代という時代のお話です。少し昔の、今現在の日本というよりかは少し昔のお話になります。そうですね。なので今からだいたい110年前くらいの日本の様子っていう風に思っていただいたらなと思います。そして主人公の男の子が一人出てくるのですが、その男の子が炭治郎と言います。この炭治郎という男の子は山でごく普通に家族と幸せに暮らしていました。ですが、ある日、鬼という悪いものに家族を全員殺されてしまったんですね。その時に炭治郎はたまたま外に出ていて外出していたので、炭治郎は大丈夫だったのですが、他のお家にいた家族はその鬼に全員殺されてしまいました。ですが、一人だけ炭治郎の妹の禰豆子だけは奇跡的に生き残ったのですが、その生き残った妹も鬼に変えられてしまったんですね。なので炭治郎は妹を人間に戻すために、そして家族の仇を討つために鬼を退治する特別なグループの鬼殺隊という鬼を退治する、鬼をやっつけるグループに入って強い鬼たちと戦っていくというストーリーになります。見たことがある方はこの説明聞かなくても大体わかるかなと思うのですが、家族が殺されてしまったりだとか、妹も鬼に変えられてしまったりというお話で、少し悲しいお話なのかなと思う方も多いかなと思うのですが、悲しい部分ももちろん出てくるのですが、家族愛や
仲間との絆や、そして一番はかっこいい戦いのシーンが本当にたくさんあって面白いアニメです。ぜひ一度まだ見ていない方は見てみてもらえたらなと思います。そしてこの鬼滅の刃に出てくるお話の仕方とかセリフについてなのですが、先ほどお伝えしたように今の日本とは少し違って、少し昔、100年ほど昔のお話なんですね。なので今よく実際に使われている日本語とは少し違うということもあったり、あとはアニメっぽいと言ったら正しいんじゃないかなと思うのですが、アニメでしか使わないような独特な表現とか語尾がたくさんあるんですね。普段の実際の生活ではあまり使わないような言葉ですが、アニメの中でこういう風なセリフを言ったり表現したりするととっても面白いというような表現がたくさんあるので、こういったアニメだけのセリフなのか、日本人も実際に使うセリフなのか、今日はたくさん紹介していきたいなと思います。まず、鬼滅の刃といえば、〇〇の呼吸。これが一番よく使われる言葉で、アニメを見た方はとっても記憶に残っているんじゃないかなと思うのですが、水の呼吸とか炎の呼吸、雷の呼吸とかですね。これは知ってる方も多いかなと思うのですが、もちろん日本人日常生活で言うことはありません。アニメの中で、この鬼滅の刃というアニメの中で出てきたセリフになります。ですが、このアニメが先ほどもお伝えしたみたいに日本人の人も大好きな人とってもたくさんいるんですね。なのでこのネタのような感じで、ふざけたような感じで〇〇の呼吸という風に使ったりしている人もいたのはいたかなと思うのですが、普段から使っていたというよりかは、このアニメが大好きでお話ししていたというような形になります。そして煉獄さんが次におっしゃっていた、ご飯を食べてうまいと大きい声でお話ししていたセリフ、私は結構印象的だったのですが、皆さんどうですか？思い出せますか？美味しいご飯を食べたりだとか、お弁当を食べながらうまいとよく煉獄さん言っていたかなと思うのですが、このうまいという表現は美味しいと同じですね。このうまいという言葉を実際に使うのかなのですが、実際に使うと思います。ご飯を食べた時に、これうまいねとか、うまいとか言う方もいます。より丁寧にお話ししたいという方であれば、美味しいを使ってもらうのがベストかなと思うんですが、うまいという方もたくさんいます。ですが、煉獄さんのようにうまいと周りの人がびっくりするぐらい大きい声でお話しするということはあんまりないかなと思います。これうまいね、うまい、これぐらいでお話しするかなと思います。伊之助、皆さん記憶にありますか？イノシシの被り物をいつもしている伊之助なのですが、この伊之助はふふふふだぜとか、ふふふふぜ
というふうにお話しすることが多いかなと思うのですが、この〇〇だぜというお話の表現は、すごくアニメっぽい表現だなと思います。だぜというふうにお話しする人は日本人はあんまりいないかなと思います。アニメの中ではよく使われる表現、セリフですが、実際はなんとかだぜというふうに言う人はなかなかいないんじゃないかなと思います。次に、これもとっても有名な炭治郎が言ったセリフなのですが、俺は長男だから我慢できた。これはさらっと出てきたセリフなので、もしかしたら覚えていない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、SNS とかで俺は長男だから我慢できたと打つと有名なシーンがたくさん出てきたので、きっと日本人の方好きな人も結構多いんじゃないかなと思います。この長男だから我慢できたというセリフはもしかしたら日本人っぽいのかなと思って紹介してみたいなと思ったのですが、どうですか？皆さん、この長男だから我慢できたというセリフを聞いてすぐに納得できましたか？それとも少し違和感を感じましたか？日本ではこの長男とか長女とか兄弟の一番上、初めに生まれた人ですね。お兄ちゃんお姉ちゃんはしっかりしなきゃみたいな考え方が昔からあります。長男長女はしっかりしている、お兄ちゃんお姉ちゃんだからしっかりしなきゃというような考え方が昔からあるので、この炭治郎が長男だから我慢できたというのはとっても日本の文化っぽいセリフなのかなと思います。そういった日本の昔からの考え方みたいなのもアニメに落とし込まれているんだなというのがわかるかなと思います。先ほど煉獄さんが言ったうまいは言うのかについて実際に使うとお話ししたのですが、次に鬼滅の刃といえば戦いのシーン、戦闘シーンがよく出てくるかなと思うのですが、その時とかに頑張れというシーンがあるかなと思います。この頑張れは本当に言うのかなのですが、これは本当によく使います。頑張れ頑張れと普段から使いますね。年齢とか性別関係なく小さい時からおじいちゃんおばあちゃんになってもこの頑張れという言葉は使うかなと思います。本当に毎日使うんじゃないかなと思うくらいごくごく自然に使われる日本語になります。なので皆さんも誰かを応援したいとき、頑張れと言ってみてもらえたら嬉しいなと思います。アニメの種類でも鬼滅の刃みたいに戦うシーンがたくさん出てくるアニメだったり、学校の日常生活を切り抜いたようなアニメだったりとか、たくさん種類があると思うのですが、この戦うシーンが多いアニメは特にアニメでしか出てこない言葉がたくさんあります。実際に生活している時に戦う場面ってなかなかないですよね。なのでよりアニメっぽい表現というのがたくさん含まれているのですが、例えば貴様とか誰かに向かって貴様と
いう表現ありますが、これあんまり使わないかなと思います。お前は使う人もいますが、貴様はなかなか使わないです。とか、覚悟しろとか、消えろとか、こういった表現もなかなか使わないですね。すっごく強い言葉な印象があります。こういう言葉を聞くと私はすっごく強い日本語を喋った感じ、怖いイメージがあるんですね。なので覚悟しろとか消えろとかそういった表現は少し怖いイメージがあるのでなかなか使わないです。もう少し優しい表現ができるように普段お話しするときはこういった強い言葉より優しい言葉を選ぶ方が多いんじゃないかなと思います。あとは戦いに負けたりとかしたときに許さないとかいうセリフも結構あるかなと思うのですが、この許さないとかも心の中では思っていても許さないと口に出してお話しする人はあんまりいないんじゃないかなと思います。今まで鬼滅の刃を通して実際に使われているセリフなのかお話ししてきたのですが、日本語を勉強するときにアニメは見たらダメなんだと思ってしまった方、もしかしたらいるかもしれないのですが、アニメで日本語を学んでもらうこと自体はとってもいいと思います。なので、今までアニメを見て日本語を勉強していた方、そのままやめないで大丈夫です。っていうのも、一番は楽しく日本語を学べるっていうことがいいかなと思います。アニメのお話自体も面白いし、何よりこのアニメを楽しみながら日本語を聞いて楽しむこともできて日本語も勉強することができる。これとってもいいことだなと思います。なのでそのままで大丈夫だと思います。そして感情がすごくわかりやすいかなと思います。アニメだと普段実際に人とお話ししてリアクションとか何か感情、今思っていることを表現するとなると、普段日本人はこれぐらいで表現するとすると、アニメだともう少しわかりやすく表現してくれるんですね。なので、今こういう気持ちの時にこの日本語を使うんだとか、楽しい時はこうやって表現すればいいんだとか、そういうことがすごくわかりやすいかなと思います。なので、そういった意味でも日本のアニメを見て勉強するというのはとってもいいかなと思います。ですが、アニメは少し普段使われている日本語より少し誇張された日本語、少し大げさにした日本語、オーバーリアクションの日本語というふうに思ってもらえたらいいかなと思います。はい。ということで、今日は鬼滅の刃とアニメのセリフは実際に使われているのかについてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？日本というと一番初めにやっぱりアニメが出てくる方結構多いんじゃないかなと思うのですが、今回のポッドキャストも楽しんでもらえていたら嬉しいです。
このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。今日も最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シロでした。